皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方の角道を止めない四間飛車に対して、私の方が逆に角道を止めて居飛車穴熊を目指すという展開に進みました。途中でですね、相手の方がね、速攻を仕掛けてきましてね、私が受け身に立った形になったんですけれども、ポイントを重点的に大盤で解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、対局の方を振り返っていきたいと思います。本局、私の先手番で、スタートしました。7六歩、3四歩、2六歩、4二飛車と。そうですね、この4二飛車という手が、角道を止めない四間飛車ですね。4四歩と止める形でね、飛車を振れば、昭和の時代ね、もうほんと古くからの四間飛車なんですけど、こうね、近年はこう角道を止めないでね、場合によっては角交換して戦うという振り飛車もね、増えてきています。今回は4二飛車というその形の振り飛車ですね。で、4八銀、6二玉、6八玉、7二玉と。角道ね、向かい合ってるんですけれども、現状はね、お互いに角を交換してもすぐに打つ場所がないので、もちろん相手の方からね、早めに交換して8八銀という形を作らせる指し方もあるところですね。はい。で、7八玉、8二玉と。そして2五歩。この手はね、すぐに2四歩と突くかどうかは分かりませんけれども、ちょっとプレッシャーをかけてね、場合によっては2四歩と行くかもよという感じの手ですね。ここでね、相手の方は3三角と。これがちょっと注文をつけた手というかね、面白い手で4四歩と突いちゃうとね、今度はもう2四歩と突かれてこう角の頭狙われちゃうんでね、一つはもう後手の方から交換する手も考えられましたが、3三角はね、先手に返させて同桂というね形、手損なくね角交換をしようという手でしたね。もちろんこれね、3三角成と後手の注文に乗って同桂と取らせて、何かね、例えば8八銀とかこういう指し方もあるところですね。2四歩とね、これいけて、これで良くなればいいんですね。これもプロの実戦であるんですけど、同歩と取られて、この時に同飛車とね、これで気持ちよさそうなんですけど、いくと2二飛車とね、こうぶつけてくる手があるんですね。なんかバラバラに見えるんですけれども、同飛車成同銀となると、飛車角交換でね、先手の番なんですが、2一飛車はね、3一金でこう飛車捕まっちゃいますし、後手からね、逆にこの2八の地点にね、歩を打ったり飛車を打ったりする傷があるんでね、もちろんこれで例えば3九金とかやってね、これで難しい勝負なんですけど、先手としてもね、仕掛けていった割にはあまり嬉しくないと。あるいは2二飛車と回った時にね、2三歩と打てばこう飛車交換は阻止できるんですけど、例えばどっちですかね、1二飛車あるいは2一飛車と飛車を2一飛車ですか、引かれた後に3二金と上がって、この歩をね今度狙ってくるような手が考えられますね。1二飛車と寄って3二金あるいはね3五角とか2一飛車で3二金ですかね、こういう形でやっぱり歩を狙われる手があるんでね、もちろん2四歩同飛車とね行く手もあるんですけれども、それほどねプロの実戦ですとね、2四歩同歩の時に同飛車じゃなくて2三角と打つようなね手も指されていますね。これで2三四角成を狙うと。で2五角と打ってね受ける、これ実戦でなる形なんですけど、同飛車と取ってしまって、同歩に3四角成とね、ちょっとねいろんな変化があってね、皆さんちょっと難しいかもしれないですけど、これちょっと上級者向けですね。これで3二金と上がれば2四歩と打ったりとかね、あるいは一回3九金と寄ってね指すとかね、これも一局の将棋ですね。ただ先手もねこう飛車を早々に捨てていく変化なんでね、結構それほどねうまくねいくかどうかっていうと、選ぶ変化かどうかっていうと難しいところでね、これを踏み込まない実戦もプロの公式戦でも多いですね。一見でいけそうでね、それで積極的にいって良くなれば先手としてはそうやりたいところなんですけどね、実戦はこの3三角に対してね5六と、これがちょっと私の今回の作戦の肝でね、こうついて7二銀と上がったんですが、5七銀と。角をね変える必要は特にないんでね、こうなんていうんですか、どうぞとね、もう角を変えずに、ここの時点はね相手の方は誘ってるとこもあるんですけど、誘いに乗らずにねじっくり駒組みを進めていくというね、これで守備が好きな方にはこういう指し方がおすすめですかね。こう相手もね後手のね角が上がった後にこう交換する気になれないですよね。こうね一手上がってなるんでね、すごい損になるんで、意外とこうなんていうんですか、振り飛車側としても
こう誘ってみたものの乗ってこないと意外とね動く手が難しいとね。はい、で5七銀に対して3二銀、そして5八金引きとね上がって9四歩に9六歩とね、まあ金持ち喧嘩せずじゃないですけど非常に穏やかに駒組みを進めてね、で5二金左と。さあここですよね。まあここの時にね4四歩とついてればもう皆さんご覧にねよく見るような、振り飛車対居飛車の持久戦ですよね。まあこのがついてないっていうのがまあ後手のと言い分で、今度3三角成ですとね銀が上がってるんで同銀の形抜けて例えば2二飛車と回って反撃していくような手がね狙いとしてあるんですが、ここで私がね6六歩と。はい、これがね今回の、まあ、5七銀で5六5七銀からの継続で、まあ、角をね後手からこれ自分が変えていくんじゃなくて止めてね持久戦を目指してみようと。で、この指し方のねメリットとしてはね、まあ、ゆっくりした将棋になりやすいんですが、デメリットはやはり後手がね本来こう止まってるところの歩を止めないでさせてるわけですね。角が通ってるというね、こう通ってることっていうのはやっぱり大きいので、そこの部分だけ気をつけて指す必要があります。実戦本はね本譜ここで6四歩とついて7七角に7四歩、そして、8八玉に6三金、そしてね9八香と穴熊を目指す。まあ本当に再三指しなんですけど、この歩がついてあると思うと非常によくある形、ついてないところ一つが違うんですけど、これで、ね、大きく将棋変わります。で9八香に7三桂、そして9九玉とね、さあ穴熊を目指していきました。さてここでですね相手の方が6五歩とね動いたんですね。これね非常に相手の方強い方でね、やはりこれでねのんびり、まあ普通に例えば4四歩とつけば極端し4四歩とつくとね元の形に戻るわけですね。元の形、普通の振り飛車の将棋にね。ただこれ戻してしまうんであると最初のね、まあ少し注文をつけた角交換型に誘導した形がいけないので、この歩がついてないのを生かすとしたら角道が通っている現状で6五歩と仕掛けるっていうのはね、ある意味すごく理屈に合った手なんですね。ただもちろんこの仕掛けがうまくいくかっていうのは非常に微妙なとこでね、先手からすると非常に穴熊未完成で怖いんですけど、この3二の銀と4二の飛車が働きがいまいちなんですよね。例えば銀が極端なし、この辺銀がいるとね非常に嫌な形、あるいは、ちょっと形が違ってこういう形だとかね、こう少しもう一枚駒がねあると嫌なんですけど、現状この飛車銀がね攻めにすごく参加してくるわけじゃないので、落ち着いて対応すれば受け止めることができそうなところです。で6五歩に対して実際ねこれね同歩と取ったのが一番強気の受け方で、手堅く受けるなら6七金ですね。こうね上にこう駒を並べてね6六歩なら、同銀とかね同角とか、こうやって受けるのも手堅いとこ。ただこれ9五歩とねどんどん攻めてくる可能性、手堅くしたらゆえに攻めてこられる可能性もあります。実戦の6五同歩は一番ねある意味かかってこいという手でね、こう取ると実際は同桂だったんですけど7七角成という手も怖いんですよね。7七角成とやってねせっかく組んだ穴馬桂馬飛んでね、せっかく穴馬組んだにこう飛ばされて嫌な形なんですけど、ただねこれ落ち着いて例えば次に8八銀、もう少しねこのぐらいまで組まれるともうこの位ってめちゃめちゃ大きい位なんですね。6六銀と上がってねこの玉に近いとこ、これ後手先手が全部いっぱい指しましたけど、こういう感じになっちゃうともう一歩損がね非常に大きい。この玉から遠いこういうところの歩じゃなくて玉の高みの歩ですから、後手はねこれゆっくりできないと。一瞬先手は気持ち悪いんですけど、もう一手何か受けれればで、これ十段者向けの方のね解説なんですけど、これね9五歩という攻めが実はあります。7五歩先の方がいいですね。7五歩とついて同歩に9五歩とついて同歩に同香と捨てて同香に歩をね7六歩と、歩ね何もなしで打てればいいんですけど、歩が手に入らないんでねここで捨てて歩打つ。これね藤井システムの手筋で攻めの手筋なんですがね皆さんこれを収めるんですよね。藤井システムは大体この辺にいてこういう攻めがすごく強力なんですね。この場合はね香車利いても王様遠いんでね、ただ本局は王様8人いますから、これはちょっとね無理筋でしょうね。もう9三角と打ってもものすごい危ない形になりますしね。もちろんねこれで6七金と上がると7七歩成同金6五桂とか、部分的にはこう攻めが続きそうなんですが、例えばどうやるのがいいですかね。9三角一発打ったりしてもねもう王様いきなり危ないですからね。王様引いて6四香打つとかね、これもねもちろん踏み込む手はあると思うんですけれども、先手もね十分戦えるという感じですね。はい。
のでね、今回は王様が8二でいることとね、繰り返しなんですが飛車と銀が、攻めにまだ勝つね加わっていないということでね、同歩と取りやすいというね条件があったということですね。実際は同桂と、ただこれも嫌な手ですよね、同桂ね。これだとね歩を損しないで桂馬が飛べるんですが、3三角成と交換して、これはね銀取るとさすがに飛車取られてね悪いので同銀と。で4八銀とね、ここに引くのがポイントです。これちょっとね、見慣れないとちょっとやりにくい手ですよね。形とばかりにこちらに上がると角打つ手があって、これで5五角打つ手なんでね、この場合は結構これもあったかもしれないですけれども、気をつけてください。この角打ちがあるんでね、銀を引くのが受けの形で、なんかね気持ち悪いんですけど、実はこれ意外と大丈夫な形でして、次に先手はねとにかくこう6六歩と桂馬をとして取りたいんですよね。桂馬を召し取れちゃえば、穴熊途中だってねやっぱり桂馬大きいですから、で後手はこう急ぎね2線はいいんですけど、ここでなんとか潰さないといけないと。で6六歩を受ける手でね、実際4四角と打って、この王手も厳しいんですが、ここでね8八銀もあって、これ難しいところでしたね。8八銀と上がる手もあるところです。これ角を温存してね王手を受けて、ただこの手のデメリットは次に6六歩とね打てない、打ったら同角と取られちゃうんで打つ手がなくなるんですね。例えばどうですかね、例えば後手もね手を渡すと難しいけど、例えば6二飛車とかやってこう飛車をね戦場に回したい時に6六歩は打てないんでね、少し後手も余裕があって攻めれる。例えばこの後ね6四金で上がるとかね、例えばですけど、実戦の8八角というのは角を使うのは悔しいんですけど、次にねもうとにかく6六歩打っちゃうよとね、こう角の切り打っちゃうよという強気の受けですよね。で相手の方は6六歩と。これ同角成でやっても同銀でね手損になっちゃうんで歩を打ったんですが、許さんとね6七歩と打って、どうですかね、ちょっとここまで進んでみるとやはり無理筋な感じになってきましたかね、相手の攻めがね。で桂馬でこっちとかでの怖いんですけど、穴熊させるかどうかとですね、こっちの方が嫌なんですよね、桂馬ってね。こっちに飛んでると例えばこうなってるとね歩を手に入れてこう打たれたりとかね、やっぱり今日玉の頭に直撃してくるんで、実際こう6五桂はね気持ちいいんですけど端攻めがないんで、冷静に見るとねちょっと受けやすいんですね。で6七歩と打って、これ同歩成ですと同金でね桂馬が詰まるんで、これ2四歩が勝負手。いやでも相手の方この2四歩はね非常に力のある手でしたね。これで同歩成、そうですね、同歩成同金2四歩2六2四歩ですね。これがすごい、勝負手で、6六か同金なんですけど、ここで同歩と取ると2七歩と打つっていう狙いなんですね。で同飛車で取ると角を交換して同銀に、ここまでいくとね今度はパンチ入っちゃいますかね。桂を取る前に金取られちゃうんでね。ですがここで2四歩に対してね6六歩と、これ待望の一手ですよね。私の方もね歩を打ってね、2五歩には同飛車と取ればいいですから、で相手の方は2二飛車と回ってきてね、ようやくこのなんていうんですか飛車と銀が動いてきたんですけど、6五歩と取って2五歩とね取ってね、ここね飛車先怖いって感じなんですけど、やはり桂馬をねもう繰り返しなんですけど、攻めの桂こうじゃないですかね。これでこっちの桂と交換になってるのはね難しいですけど、この守備の桂がねいなくなってるんで5五桂という手が非常に厳しい手になりましたね。この金はね上げられないので7三金と逃げたんですが、4三桂成と桂馬をさばきまして、これで歩切れを解消して、何よりいいのがこれで相手の方でも角というのでしょうがない8八角で取るんですが、こう相手からね交換させた方がいいんですね。これ逆に自分の方からこう交換すると銀が出てね、こう自分がこう浮いてて相手の銀が出る格好で、相手からこう取らせて同銀となると、手順に穴熊がね完成してくるということで非常に味のいい手ですね。で相手の方は2六と、ここはしょうがないですね。相手の方もこうねとにかく攻めるねしかないんですが、5九銀というのはね、これがね結構また自画自賛に気持ちのいい手でね、こうなられちゃうんですけど、飛車を7八に持って、でこの銀をね上がる方が形に見えるんですけど、実はこの場合引いた方が良くて、なぜ引いた方がいいかこの後すぐ分かるんですが、3八とね入ってきたんですけど、その時に、7五歩と突きまして、同歩に3三成桂と。実際はね2九飛車成だったんですけど、同桂ですと5五角というのが非常に厳しい手ですね。
次7四歩と3三角成を狙ってね、実戦は成香を取らず2九飛車成とね、待望のね飛車先の突破なんですけれども、この時に対局やると言ったんですけど、銀をねこう上に上がってると、形とばかり上に上がっていくとこれが金取りになるんですね。金取りにね。なのでちょっとね見た目はあれだったんですけど、引いておくとねこの時にこう先手ね金取りにならないっていうね地味ながら、相手の手がねほぼ歩なってと金入ってなった時にと金入って飛車成りが見えてたんでね、銀をあえて引いといたということですね。やっぱ一手大きいんでね。はい。そして4六角と。そうですね、この角打ちは厳しい手でしたね。もう繰り返しになるんですけれども、桂馬がいないね美濃囲いっていうのは非常に薄いんですね。次7四歩のね一点狙いといえば一点狙いなんですけど、受け方がね難しいですよね。実際は4五歩と、催促ねしたんですけれども、7三角成ともうバッサリねいってしまって、同銀に7四歩と、銀の頭を叩きまして、同銀に6四金とね、これがガジガジ流で藤井猛九段のガジガジ流って言いますけど、これこうねシンプルなんですけどね、金取りで、あとこの地点をねこうじゃないですからね。これですと全然まだね耐久力違うんですけど、桂馬がね得してますからね、銀打ちと金取りを受けるこの持ち駒ではね、受け駒がね金駒があれば金とか受ければねもうちょっと受けがあるんですけど、これ受けがない格好ですね。実戦は8五角と、勝負手のね角が出たんですけども、7三銀と打って9二玉に9五歩と、8玉には8歩ですね。6七角成とね、金を取られても9四歩と取り込めば、ここに銀も落ちてますしね、受けがない格好ですね。はい。実戦は一回ね9五同歩と取ったんですけれども、これを取らせてから7四金と銀を取りまして、同角ですと7五飛車とした時に角取りと9五飛車でねぴったりです。実戦は7四金に対して6七角成とね取ったんですが、7五飛車と発したところで相手の方のね投了となりました。これで投了図、まだ王様が詰んでるわけではないんですが、次にね9五飛車と回る手でね、追い詰める手9三歩と打つ手でね、手としては9三歩と打って玉を引けば銀打ちですね。同玉に8二銀打ちと打ちまして、玉が上がれば飛車回って詰み、玉が引けば飛車を回って歩を打ってね、これうっかり歩打っちゃうと打ち詰めですけど、同飛車同馬同香でね、詰みの格好、詰めろが勝ってます。と言ってこの時にですね、今の手を受ける手もこの持ち駒では難しいということですね。はい。で駒がねこれだけありますから、何か受けてもね取って押し込んでいけば詰みで、この馬が利いてちょっと気持ち悪いですけど、私の8九馬同玉で攻めがないということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。守備が得意な方、ゆっくりね自分のペースで戦いたい方にね是非おすすめしたい、対応策かなと思います。ちょっとね消極的になって本局のように相手の方からね先に攻められるようなリスクはもちろんあるんですけれども、丁寧に急所を掴んで受けることさえできれば、本局のようにうまく指すことができるので、皆様の実践にね参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。